モンハンをやりすぎていると、プレイ履歴に思わずニヤニヤしてしまうよな。モンハンをやりすぎた人に出る症状をゲームと現実の両面から紹介していく。いった。おいおい、大丈夫かよ。スイッチを顔の上に落としちゃったわ。あと残りそう。レイム、さすがにモンハンやりすぎだぜ。今日だって私が来てからずっとだろ。ずっとじゃないわよ。ロード時間に目を閉じて休憩しているわ。それは休憩とは言わないだろ。モンハンもほどほどにしないと、症状が出始めてしまうぞ。症状？モンハンをやりすぎた人には特有の症状が出るんだ。ちょうどいいからどんな症状が出るか、ゲームと現実の二つの面から紹介してやろう。このままいけば、レイムもその領域に飛び込んでいくだろうからな。なんだかヤバそうなテーマね。私はそうはならないわよ。まずはゲーム内で起こる症状だが、ギルドカードを見てニヤニヤすることだ。ギルドカードって、面白い称号とか写真を披露するためのものとしか思ってなかったんだけど。甘いぞレイム、と言いたいところだが、そういう人も結構見かけるよな。カスタマイズされたギルドカードを見ると、全力でモンハン楽しんでるのが伝わってきて親近感が湧くぜ。それ以外に何かあるの？実はモンハンやりすぎな人にとって、ギルドカードの記録情報は見ているだけでニヤニヤしてしまう代物なんだ。何を見たらそんなにニヤニヤできるのよ。まずは武器の使用回数だな。文字通り、これまでどの武器を何回使ってきたのかが記録されている。セカンド G 以降は棒グラフになって見やすくなっているぜ。グラフだとわかりやすいわね。だろ？自分がどの武器種にどれだけ情熱を注いできたかが、一目でわかるようになっているんだ。やりすぎた人ほど、得意武器の使用回数にニヤニヤするだろう。1000を超えているのを見ると、私もニヤニヤするしな。そんな回数になるのね。でもそれだと、いろんな武器を使っている人はニヤニヤできないんじゃない？バランスよく使っていることもニヤニヤ要素だぜ。モンハンの武器種をすべて使いこなせる人ってそんなに多くないからな。なるほどね。他にはどこでニヤニヤするの？やりすぎた人は討伐モンスター数もニヤニヤしてしまうな。好きなモンスターや素材のために周回しまくったモンスターなどの討伐数は極端に膨れ上がっていく。私レベルでも、気づけば数百体討伐していることも珍しくない。大型モンスターのくくりじゃなく、同じモンスターを数百体ってことよね。そうだぜ。久々にギルドカードをまじまじと見て、あれ、こんなに倒したっけ？と思うと同時にニヤニヤしてしまうんだ。私もいつの間にかそうなってそうで怖いわ。それから、総プレイ時間もあるあるだな。ギルドカード上に総プレイ時間が表示されるようになったのはサードからだぜ。それ以前の作品も、セーブデータに表示されていたけどな。モンハンはやり込み要素が多いし、オンラインや仲間内で狩りをしてるとプレイ時間がもりもり増えていく。そういえば私、一人の時間だけじゃなく、マリサと遊ぶ時間もモンハン漬けになっているわ。だろ？初めてモンハンにハマった人は、他のゲームで見たこともなかったような総プレイ時間の長さにヨッとする。最初は恐ろしい気分になるが、だんだん、総プレイ時間を見るとニヤニヤするようになってしまうんだ。シリーズ累計で数千時間プレイしている人は結構いるだろうな。ちなみにガチ勢は1タイトルで数千時間プレイしていたりするぜ。そういえば、モンハンにハマってる芸能人をテレビで見たりするけど、大体総プレイ時間を言うわね。レイムもそのうちわかると思うが、総プレイ時間が誇らしくなっていくんだ。私も狩猟に疲れた時に、ギルドカードの総プレイ時間を見てニヤニヤしている。私にもいつかわかる日が来てしまうのかしら。そういえば、ハンターランクはどうなの？ものすごい数字になってたらニヤニヤしてしまう要素な気がするけど。ハンターランクは人によりけりだな。ハンターランクが上がることに達成感を覚える人もいるが、あまり上がらないでほしいと思う人も多いんだ。ハンターランクが高いんだから強いんでしょ？みたいに思われてしまいがちだからな。そう思われるのは嫌かも。それを避けるために、あえてマルチ用のサブキャラでプレイしている人もいるくらいだ。わかりやすいやり込みの目安だと思ってたけど、意外と複雑なのね。次は金冠最小冠だぜ。レイムも知っていると思うが、狩猟したモンスターのサイズに応じて、すごく大きいと金冠、すごく小さいと最小冠がつく。モンハンをやりすぎた人は、ギルドカードに記録された金冠最小冠の数やコンプ率を見てもニヤニヤしてしまう。それは達成感ありそうだけど、かなり手間がかかりそうね。シリーズにもよるが、基本的には運ゲーだからな。金冠サイズが出るまで同じモンスターを周回することになる。中にはネットの掲示板で金冠を鑑定共有している人たちもいるぜ。金冠最小冠はハンターたちを引きつけてやまないコンプ要素なんだ。収集の成果を見たら顔がほころぶのも当然だぜ。私には早すぎるものばかりだわ。そしてモンハンやりすぎた人がニヤニヤする、ギルドカード最後の要素が勲章だぜ。
勲章って、条件を達成するともらえるトロフィーみたいな要素よね。金冠や討伐モンスター数などの要素は、あくまで勲章の一部なんだ。モンハンをやりすぎた人がニヤニヤする要素は、最終的に勲章に行き着くようになっている。勲章をコンプするには、文字通り、ゲームをしゃぶり尽くす勢いでプレイする必要があるんだ。コンプした勲章を見返した時はニヤニヤが止まらない。私には到底たどり着けない領域だわ。大丈夫だ、レイムは才能あるぜ。何を根拠に言ってるのよ。レイムはストーリー的にはやる必要のないサイスクエストなんかも全部こなしていくだろ。まあ、そうね。やらなくてもいいのはわかってるけど、全部済ませないと気が済まないのよ。クエスト制覇にも勲章があるんだぜ。あ、そういえば何かもらってた気がする。全クエストクリアの勲章をもらった時、レイムがニヤニヤせずにいられるかどうかが今から楽しみだぜ。ニヤニヤはしないわよ。多分。もしニヤニヤしたら、レイムも勲章の虜になってしまうかもな。だが気をつけろ、勲章コンプのやり込み勢からしたら、全クエストクリアはほんの序の口だからな。勝手に話を進めないでよ。次は現実での症状だぜ。モンハンをやりすぎた人の症状は日常生活にも現れてくるんだ。日常生活にまで出てくるのはやばいでしょ。まずありがちなのは、特定の動作がモンハンの動きになってしまうことだ。典型的なのは物を持つ時だぜ。例えば、段ボールの荷物を運ぶ時だ。まるで卵の運搬をしているような動作をしてしまうんだ。そんな人いないわよ。最初はそう思うかもしれないが、いつの間にかやっているんだ。他にも、釣りをする時の投げ込む動作がモンハンっぽくなったりな。まあ、私のことなんだけどな。これはやる人いると思うぜ。なんで誇らしげなのよ。次にありがちな症状は、走っている時にスタミナゲージが脳内に表示されてしまうことだぜ。この症状が進行すると、時々走る速度を落とすなどして、脳内スタミナ管理を始めてしまうんだ。現実のスタミナとは一切関係ないにもかかわらずな。いやいや、そんなのやらないでしょ。まさか、マリサはこれも。やったことあるだろ。やらないわよ。次にありがちな症状は、ツッコミがモンハンになってしまうことだ。この包丁の切れ味が悪いという言葉に、それ切れ味赤だから、緑のこっち使ってと返事したり、今日暑いなに対してクーラードリンク飲めよと返したりな。そしてジュースを飲んでガッツポーズだ。まあ、さすがにこれは仲間内でのことだけどな。モンハン知らない人に対して反射的に言ってしまったら末期症状に近いぜ。でかかったの？昔、モンハンを知らない頃のお前に、切れ味うんぬん言いそうになったぜ。さすがに抑えたけどな。さすがにおかしいでしょ。いやいや、レイムもこないだ、団子食べる時にうさ団子がどうとか言ってただろ。見事に片足を突っ込んでいるぜ。確かに、お団子食べる時にうさ団子食べる気分になってたわ。あと、音量ゼロでモンハンプレイしてるのに、音が聞こえてくるようになるのもよくある症状だ。聞こえてくるのは主にアイルーの鳴き声や、クエスト出発時のパー4など、象徴的な効果音だぜ。それ、あるわ。ようやくレイムにも刺さったな。同じ音を何度も聞いているうちに、音を消していても脳内で再生されるようになってしまうんだ。私も意外と症状出ていたのね。こちら側へようこそ。強制しようかしら。モンハンをやりすぎた人に出る症状は異常だぜ。レイムにも刺さる内容があって何よりだ。自分で思っていた以上に、私の脳内はモンハンに染まっていたのね。マリサほどじゃないけど、レイムもいつか、ギルドカードを眺めてニヤニヤするようになるんだろうな。一緒にニヤニヤできる日が待ち遠しいぜ。何勝手に期待してるのよ。まあ、モンハンに限らず、ゲームもほどほどにした方が身のためだぜ。私が言っても説得力ないけどな。視聴者の皆さんも、やりすぎの症状が出たことある人はコメント欄で共有してほしいわ。今回紹介した症状に当てはまったことがある人は高評価やチャンネル登録もよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。君にも好きなモンハン BGM があるよな。戦闘やモンスターに関心が向きがちだが、それらを彩る BGM の存在を忘れちゃいけないぜ。実はモンハンの BGM は作業や勉強のお供にぴったりなんだ。その理由を掘り下げていくと、BGM に対するモンハン開発陣のこだわりが見えてくるんだぜ。みんなでモンハン BGM の魅力に酔いしれようぜ。次回、モンハン BGM の魅力、作業用におすすめの BGM10 選。ゆっくり見ていってね。